皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストのお時間です。今日は2026年2月17日火曜日です。このポッドキャストは、ただリラックスして聞き流すだけで、自然な日本語のスピードやリズムに耳を鳴らす練習になるように作っています。勉強だと気負わずにコーヒーを飲みながら、あるいは猫を撫でるようにゆったりとした気持ちで付き合ってください。さて、今日のテーマは、日本で暮らす皆さんにとって最も身近で、かつ最も不思議な言葉の一つ、日本のすみません文化についてです。先日、あるリスナーさんと話をしていた時のことです。その方は N3 レベルの学習者なのですが、日本に来てからというもの、日本人はどうしてあんなにすみませんばかり言ってるんですかと不思議そうに聞いてきたんです。謝っているのかと思えば、お礼を言っているようにも聞こえるし、店員さんを呼ぶときも使っている。本当の意味がわからなくて、いつ使えばいいのか迷ってしまうと。確かに、教科書ではすみませんイコール I'm sorry と最初に習うことが多いですが、実際の日本の街中ではそれ以上の役割をこの言葉が担っています。そこで今日は日本人が無意識に使い分けてるすみませんの5つの顔について、皆さんが日本で迷わないために詳しくお話ししていこうと思います。日本人が使うすみませんには大きく分けて5つの意味があります。これを理解すると日本人の心の温度を読み取れるようになりますよ。1つ目、謝罪。本当の謝罪。これは最も基本的な使い方です。誰かの足を踏んでしまった時や待ち合わせに遅れてしまった時、申し訳ないという気持ちを伝えるためのストレートな謝罪です。二つ目、呼びかけ。店員さんを呼ぶ以前、私が近所の喫茶店にモーニングを食べに行った時のお話をしましたね。あの時も、お冷や、お水のことです。のおかわりが欲しくて、店員さんに、すみませんと声をかけました。レストランやお店で誰かを呼ぶときや道を通りたいときに相手に気づいてもらうための合図です。三つ目、お礼。感謝のニュアンスですね。これが一番学習者の皆さんが混乱するポイントかもしれません。例えば、あなたが落としたペンケースを誰かが拾ってくれたとき、日本人は、あ、すみません、と言います。これは私のためにわざわざ拾ってくれてお時間取らせてしまって恐縮です。ありがとうございます。という謝罪と感謝が混ざった独特の感情です。4つ目、お願い。何かをお願いするときの前置きとして使われます。すみませんが、この書類を確認していただけますかというように、いきなり要件に入る前に、相手の時間を奪うことへの配慮を込めたクッションのような役割です。5つ目、気遣い。例えば、例えば、エレベーターで先に降りさせてもらうとき、あるいは狭い道で誰かの前を通るとき、お邪魔してすみませんという相手の空間を尊重する気持ちが込められています。このようにすみませんは単なる記号ではなく、相手との心の距離を適切に保ち、摩擦をなくすための潤滑油のようなものなんです。一方で、すみませんは常に優しい言葉とは限りません。言い方一つで怒りや強い抗議の表現に変わることもあるんです。
実は私、学生時代にファミリーレストランでアルバイトをしていた経験があります。その時、注文した料理がなかなか届かないことに腹を立てたお客様が、レジの方を向いて、低くて鋭い声で、すみませんと叫んだことがありました。あの時のすみませんは、決して謝罪や配慮ではなく、いつまで待たせてるんだという強い怒りの感情が込められていました。言葉そのものは同じでも、トーンや速さ、そして周りの空気によって、その意味は変化します。言葉の裏にある、なぜその言葉が出たのかという感情を読み取ることが、日本語上達の本当の意味なんですね。さて、ここでよくある質問にお答えします。まず、すみませんとすいませんの違いです。意味は全く同じですが、すみませんの方が丁寧で書き言葉としても適切です。すいませんは話し言葉で、みの音がいに変化した、よりカジュアルで口なじみのいい表現です。ビジネスの場や目上の人には、正しく、すみませんというのが安心です。次に、すみませんとごめんなさいの違いです。ごめんなさいは、純粋な謝罪の時だけに使う言葉です。また、とてもカジュアルな響きがあるので、家族や仲のいい友達に対して使うのが一般的です。初対面の人やお仕事の相手、目上の人に対しては感謝や呼びかけの意味も含めて使えるすみませんの方がより丁寧な表現になります。日本人がこれほどまでにすみませんを連発する理由には、日本文化の背景があります。一つ目の理由は、他人に迷惑をかけたくないという心です。日本人は相手の時間や配慮、苦労に対して非常に敏感です。自分に関わってくれたことで相手に少しでも負担をかけたのではないかという謙虚な姿勢が反射的にすみませんという言葉になって出てくるのです。二つ目の理由は、直接的な表現を避ける文化です。日本語には角を立てないという言い方がありますが、これは相手の気持ちを傷つけないように柔らかく遠回しに表現することを良しとする文化です。ありがとうございますと100%の光をぶつけるよりも、すみませんと一歩下がることでお互いの調和を守ろうとする日本流のおもてなしの形なのかもしれません。でも、感謝を伝えたいときは、ありがとうございますと、ちゃんと伝える方が私は個人的にはいいんじゃないのかなと思っています。ここまですみませんの複雑な世界をお話ししてきましたが、皆さんに最後に伝えたいのは、完璧な使い分けを目指さなくていいということです。私自身、波の音を聞きながらリラックスしているときは、言葉なんて忘れて、ただぼーっとしていますし、日本語の学習は長い道のりですから、時にはすみませんとありがとうを間違えてしまっても、それはあなたが一生懸命に相手と対話しようとした証拠です。大切なのは、言葉を聞こうとして正しく発音をすることではなく、結論を伝えて、その裏に感情を添えること。あなたがすみませんと言ったとき、そこに少しでも相手を思う気持ちが乗っていれば、それは必ず伝わります。はい、ということで、今回は日本のすみません文化というテーマでお話ししました。今日のポイントを振り返ってみましょう。1、すみませんには5つの顔がある。謝罪、呼びかけ、お礼、お願い、気遣い。
の5つです。2、言い方次第で怒りの表現にもなるので、トーンを観察することが大切。3、背景には迷惑をかけたくないという日本人の調和の精神がある。今日のポッドキャストはこの辺でおしまいです。無理せず自分らしいペースで日本語を楽しんで学んでください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。